こんにちは、クイックアートの飛山恭平です。今日はプレスコンについて解説したいと思います。このプレスコンなんですが、こういったプレス機を使ってウェアにプリントした時に、このプレス機の跡、またはですね、中敷き、ウェアの中に敷いたこの跡がついてしまう現象なんですね。こういったウェアプリント、熱プレスを使う方にはですね、つきまとっている問題でございます。このウェアプリントにおけるですね、プレスコンをどのように対処していくかっていうところからですね、商品価値、お客様とのそういったところにもなっていきますので重要だと思います。で、最初にですね、ちょっと考え方大事なので言いますが、綿とポリエステルで変わってきます。こういったですね、綿生地にする場合ですね、プレスの後はですね、お見せしますがつくんですが、洗濯をしていくと落ちていきます。目立たなくなっていきます。一方ですね、こちらはポリエステル生地なんですが、こちらですね、プレスの跡がついたら基本的に洗濯をしてもあまり変わらない、目立つのは変わらなくなってきます。実際遠くからですね見ると目立たないからプレスコンなんていいじゃないか、そういうお声もあるかもしれませんが、実際お客様にお渡しする時にはですね、やはり跡がついていない方がいいかなと思います。喜ばれるかなと。なのでですね、完全になくすのはですね、最初にちょっと言ってしまいますが難しいんですが、少しでも減らす方法というのをですね、実際実演をしてやっていきます。これですね、皆様のお仕事、業務のお役立てしていただければと思います。弊社は実際使っていく白トナープリント130度でしていきます。を目安でしていきます。基本的に温度が低いとつきづらいというのもですね、弊社がご案内している転写方法のメリットでありますが、その中での話でございます。これはボンと温度が上がっていくと少し話は変わっていきますので、その点はご注意ください。ではしていきます。どうぞ。ではこの黒の綿生地にプリントをしていきます。まずですが、綿生地、プリント方法なんですが、最初にですね、何も転写紙を置かずですね、この事前プレスをしてください。フラットにさせることですね。大体130度、今5秒ほどでしました。これでですね、このようにさらっとなりましたが、これでもちょっともうプレスコンはついてるかなと思います。で、次にですね、この生地をプリントします。生地にですね、すいません、この転写紙をプリントします。このようにちょっと上に乗せます。で、これでですね、130度20秒プレスします。で、20秒プレスして冷めたら剥がします。では次どうぞ。では転写紙冷まして剥がしました。で、そしてですね、仕上げプレスをします。130度30秒でします。少し圧は強めです。で、終わりましたら、お見せいたします。100% にプリントしたものです。ここはですね、プレスの跡になるんですが、こことここで段差があるのが分かると思うんですね。これはですね、生地が、こういう寝ているか寝ていないかの差になります。これはですね、ちょっと改善するにはですね、こちらですね、生地がまだ寝ていないので、全体的に生地を寝かせてあげればいいかなと思います。この方法ですね、こことここ、ここにプレスをそれぞれかけていくというのをちょっと今からしてみます。では、ここのですね、プレスコンを解消するためにですね、全体的にプレスをかけるようにしてみます。130度30秒、20秒くらいでもいいかなと思います。基本的にやってることはですね、アイロンがけと同じになります。こちらの今やってる作業ですね、普通のアイロンかけてもいいですが、プレスがある方はこれでも十分かと思います。ここでですね、ちょっと袖もですね、プレスをして最後お見せします。ではこちらはですね、この袖の部分と下の部分をですね、プレスをしたものです。基本的にはプレスコンと言われれば目立たない。綿 100% の場合ですね、洗濯をしても落ちるというところですね、プレスコンですね、目立たなくなるということで、基本的にそこまで気にしなくていいかなと思います。ではですね、次、ポリエステルの黒。これはですね、ポリエステル生地というのはプレスの後、プレスコンがですね、つきやすいですので、これの対処法をですね、やっていきます。ポリエステル生地、黒のですね、ポリ100に対して、この段差ですね、中敷きを引きまして、これで理系紙、シリコン紙を当ててプレスしてみます。黒のポリエステル 100% に対してこのプレス機約128度20秒ですねでプレスしてみます。ここに中敷きが入っているので、この中敷きの跡がしっかり出てくるかと思います。で
圧力はですね、綿に比べてちょっと弱めにしました。抜ける転写紙なんですが、綿よりポリの方がさらっとした生地の方がですね、結構転写はしやすいので、圧力は弱めていただいて大丈夫です。で、温度もですね、125度付近まで殺せば大丈夫です。またですね、消火転写のようにですね、紙の跡は基本この120度台ですとつきませんので、そのあたりですね、はい、ご注意というか、そういうものだとご理解ください。ではですね、冷ましてからまたご案内します。はい、ではこれが仕上がりのものですが、プレスの跡というのがはい、ちょっとついています。こちらですね、先ほど綿でしたように上と下ですね、もう T シャツ全体をですね、今から仕上げプレス125度20秒ほどでしていきます。これですね、ちょっと目立たなくなればいいのですが、これをですね、ちょっとお見せします。ではこちらですね、はい、まずこの上の部分ですね、全体的にこのようにプレスします。少しですね、このはみ出た下の部分をもう一度ですね、プレスして計2回プレスします。こちらがですね、2回プレスしたものです。125度20秒の仕上げプレスです。2回と言いますと、まずですね、この上半分ここを1回で、次にすぐ下を2しました。で、全体的に鳴らした感じですが、こうするとですね、結構プレス跡というのは目立ちづらくなります。弊社はですね、抜ける転写紙、白トナープリントの場合ですね、約130度、125度ぐらいでイースポリエステルの場合でプレスをしてこのようになりますので、あまり跡はつきづらいと。なので1回目のですね、紙のプレスの時に中敷きを敷いて少し跡が出てしまった後はですね、仕上げで全体をですねプレスするように平面にですねしていただくと目立ちづらくなります。こちらですね、もう一つ手段対処法としてできたかなと思います。次ですね、当たり防止シートを使ってどのような変化があるかをご案内します。ではこちらライフマックスさんの MS1136 ポリエステル 100% の黒に対してこの中敷きを敷きました。この状態ですね、当たり防止シートを使ってプレスしています。このようにですね敷きます。これで125度、先ほどした30秒ぐらいですねプレスしてみます。でこれですね、ちょっと結果ですねまたご案内します。こちらはですね、当たり防止シートを使って、125度30秒でプレスしたもので中敷きを敷いていたのですが、ほとんどですねあとは見えない形です。これグーッとすると見えますが、このぐらいの距離感ですと目立たないと。基本的に低温であればあるほど目立ちませんので、この白トナー転写の温度というのは有効。なおかつですね、当たり防止シート。私実際ですね、当たりは防止というか軽減されるシートで、当たり軽減シートと呼んでるんですが、その軽減シートを使えばですね、結構目立たない、ほとんど目立たないぐらいになりました。このようにですね、温度、時間を工夫することで、または使うものですね、ある程度黒のポリエステルに対しても、当たり、プレスコンですね、というような対応ができます。では次ですね、ちょっとまとめでお見せしますが、少しですね、このプレスキーでですね、一つポイントがあるので、それもご案内します。こちらですね、皆さん使っていただいているプレスキーを思い浮かべていただきたいんですが、ここですね、今ここがちょっと角が丸になっています。ここはですね、90度の直角ですと、よりプレスコンというのは目立つんですが、このように丸みがあることで少し目立たなくなります。このようにエッジがあるようにですね、くーっと丸い方がですね、少しぼやけると。でこういった中敷きもですね、ハサミで切れる機会がありましたら、少しエッジをですね丸くすると気持ち目立たなくなりますので、されてない方はそれをですねご参考にしてください。今回はプレスナとプレスコンについてですねご案内いたしました。基本的に綿、ポリエステルですね、考え方が変わります。綿ですとつきづらく、なおかつ洗濯でも落ちていくというのがですねありますので、そこまで気を使わなくてもいいかなと思うんですが、ポリエステルですね、これはついた後はですね洗濯でもあまり落ちないので、お客様にですね説明するときにご注意ください。またですね、このポリエステルですね、基本的にそのプレス跡がつきやすい、プレス感がつきやすい特徴があるんですが、私がご案内した内容ですね、
はい、この白トナープリンターの場合大体125度ぐらいでいいです。こちらでまず中敷きを敷いて、しっかりプレスをさせます。でそれでこの跡がつくんですが、その後の仕上げプレスですね、これで全体ですね、生地をそれプレスしてすると、あとはあまり目立たなくなります。これもですね、120、30度のところでありますので、あまりですね、全体的に影響が少ない利点ではありますので、白トナープリントですね、をされる方、こちらご参考にしてください。一方ですね、他の転写方法、消化転写におきましては、紙のですね、跡がついてしまうという声をよくお聞きします。これの対処方法なんですが、やはり、圧力を少し下げるというのは必須になってくるんですが、転写紙の種類ですね、こちらのり付き、のりなしというのが弊社あるんですが、のり付きの方はですね、この余白部分にもですね、少しのりがあるためにですね、この紙の跡というのは少しのりなしに比べて目立ちやすいです。気にされる方は一度のりなしを使ってみてください。基本的にですね、この仕上がりというのは変わりないです。のりなしはですね、少しのりがない分ですね、プレスした時にですね、少しゴースト、少しズレが起こる可能性ありますが、この辺りもですね、業者様によってはですね、工夫されてうまく使っています。私の知っている感覚では、のりなし、のり付きですね、こちらの色に対しては半々ぐらいの形でお客様使っていただいていますので、ご参考にしてください。今回ですね、業者様を悩ますプレスコンについてお話ししました。方法とですね、または当たり軽減シート、棒シートをですね、使っていただくことである程度改善されるかなと思います。現在カッティング 2,3 秒でプレスできたりとか、いろいろこのプレスコンの対策もしていますが、まだそのですね、プレスコンをうまく解決できない方はですね、そういったツールなどを使って一度テストしてみてください。今回のような動画ですね、気に入っていただいたらいいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。